こんにちは。ぽっちゃり健康オタクの晴れとけです。今回はこの夏に作った手作りの瓶詰を13点ご紹介します。まずは昨日作ったばかりのこの4点から。私は1回の瓶詰作りで4点作ることが多いです。今回は全部違う種類の瓶詰を作りました。外国の方が瓶詰の保存食を作る場合、例えばフルーツの備蓄なら同じフルーツで何十個も同じ瓶詰を作りますよね。日本の場合、特に私にはそのやり方は効率的ではないと思います。同じ瓶詰を何十個も作るほど食材をもらったり買える状況が日常的ではないので、このように違う食材で違う瓶詰を1回で作る方が効率的だと思います。これは瓶詰の定番トマトソースです。ナス入りのパスタソースです。2つ目はいただいた20世紀梨です。シロップ漬けにしました。美味しそうにできてよかったです。次はナルト金時の保存食です。パパッと煮物にしました。今瓶を開けたいくらい美味しかったです。最後は残り物を詰めました。五目豆です。備蓄した大豆を消費するために作ったおかずです。どうやって全然違うこの4種類のメニューに決めたかというと、まず最初にこの20世紀梨を5個くらいいただいたんですね。そのうちの1個備蓄したいなと思って瓶詰を作ろうと思いました。瓶詰を作るときは1回に4つ作ることにしてます。煮沸に使う鍋に瓶が4つ入るからです。昨日作ったおかずがたくさん余っていたので、2つ目は五目豆の瓶詰にしようとなりました。豆は大豆、黒豆、ひよこ豆、小豆、緑豆などを備蓄してます。3つ目は前の日に買ったナルト金時があったので、調理はしてなかったんですが、瓶を煮沸消毒するときにその横でこの煮物をささっと作りました。ここまでは結構すぐに決まりました。最後の一つはどうしようかなと考えて、たくさん備蓄しているトマト缶を使うことに。だいたい4つ目はトマト缶を使うメニューになりがちです。その時冷蔵庫にたくさんあったナスを使ってパスタソースを作りました。この2つはその日備蓄するために作りました。もちろん多めに作って夜ご飯にしてます。この4つをワンセットにして大きい鍋で煮沸してます。だから1回で4種類の瓶詰ができます。私はいつもこんな感じで、外国のように1種類の瓶詰をたくさん作るというよりも、鍋に入る4つ分を違うメニューで作るのがルーティンになってます。瓶詰に使用している瓶はこれだけメイソンジャーです。蓋がへこんで脱気できてるんでネジ蓋は取って備蓄します。この3つの瓶は100均のセリアで買いました。有名な石塚ガラスさんの瓶になります。ソーダガラスです。このセリアの瓶が気に入っているんでたくさん持っていてよく使ってます。次にご紹介するのは桃のシロップ漬け3瓶です。毎年この時期に家庭用の桃を買いに和歌山に行きます。4つありましたが1つ脱気に失敗して3瓶になりました。この2つはセリアの瓶で、こっちはベックの保存瓶です。これもたくさん持ってます。10年以上前から毎年手作りしている自然療法のための瓶詰です。これはビワの実の蜂蜜漬けです。私は東洋医学が好きなんで、この瓶詰はずっと続けてます。これは化粧水を作りたくて初めてつけてみました。ドクダミチンキです。自己責任でビワの種の焼酎漬けも毎年作ってます。体がだるくて元気がない時に少しだけ飲みます。少しずつエキスが抽出されて色が濃くなってます。このまま1年以上保管してエキスを抽出します。煮沸消毒した瓶に焼酎とビワの種を入れるだけなんで開けることができます。ビワの実の蜂蜜漬けです。だいぶ中身がトロトロしてきました。咳、気管支、慢性病に効くと言われます。これ本当に甘くて美味しいんで飲みすぎ注意です。ドクダミチンキです。化粧水になるし虫刺されにも効くそうです。しっかりエキスを出すなら 1,2 年保管するのがいいみたいです。白い花だけ入れてもできます。この6つに関しては瓶は煮沸消毒しましたが脱気はしてません。これは参考にしている自然療法の本です。
とても古い本で内容が現代と合わない部分もありますが、自然療法に興味がある方に未だに人気があります。とにかく瓶がすごく好きで、ベック瓶にグミを入れたり、デーツを入れたり、毎日のように使うものは瓶に入れて飾ってます。これはインテリアショップのアクタスでセールになってたルパルフェのダブルキャップジャーです。これもすごく可愛くて少しずつ集めたいなと思います。この夏に作った自家製保存食と自然療法の瓶です。自家製の瓶詰めは慣れたらすごく簡単に作れます。私も最初は瓶を煮沸消毒するところから出来上がりまで半日ぐらいかかりました。でも今は朝の家事の合間とか夜の片付けの合間とか隙間時間で作れるようになりました。ご紹介したのはこの13瓶なんですが、夏はこれ以外にも梅干しをつけたり梅ジュースを仕込んだり備蓄品を買い足したりと結構忙しかったので瓶詰めは少なめです。秋は果物はもちろん野菜多めで瓶詰めを作りたいです。これ以外にたくさん瓶詰めを保管したり食べたりしてるんで、その動画も作りたいなと思ってます。8月初旬、有名な荒川の桃を買いに和歌山に行ってきました。7月初旬にも行ったので、桃を買うのは今年2回目。夏だけじゃなくて一年中美味しい桃を楽しみたい。というわけで、桃の瓶詰めを作るため加工用の桃を買いに行きました。加工用でももっと綺麗な桃はいっぱいあるんですけど、今回はお昼頃到着で遅かったので、これは綺麗な方でした。荒川の桃は6月下旬からお盆前までが最盛期。だから今回は桃の販売数が少なく終わりかけって感じでした。8月初旬の桃は7月初旬のものより果肉は硬いのに超甘い、しかも日持ちすると思っていたら謎が解けました。いちごのマークが有名なベック瓶を愛用してます。ドイツの老舗ガラスメーカーのものです。ガラスなんで錆びないし、何回も繰り返し使えるのが最高です。ただしゴムパッキンは消耗品です。ゴムが伸びてきたなと思ったら交換しています。クリップは脱起後は必要ありません。容器内が真空になるんで、冷めたらクリップを外してください。だからゴムパッキンは多め、クリップは少なめでストックしてます。備蓄に一番おすすめなんがこのモールドシェイプ 500ml です。ベック瓶と同じくらいこのセリアのガラス瓶も持ってます。有名な石塚ガラスの製品なのもポイントです。ただしたまに脱気が失敗して中身が漏れる場合もあります。セリアの場合は別売りの蓋はないので、1回脱気して長期保存したら使い回しはしない方が無難です。セリアのガラス瓶は30個以上は持ってますが、今は何回も使えるウェックのガラス瓶やメイソンジャーを買い足すようにしてます。ウェックはゴムパッキンを買い足せば基本的に何回も使えるし、メイソンジャーも蓋だけ売ってます。継続して自家製保存食を作るなら何回も使える瓶がおすすめです。この黒い斑点は皮を剥くと中身は綺麗な場合が多いです。黒星病と言いますが、体に害はなく美味しく食べられます。低農薬で栽培すると発生してしまう場合があるようです。見た目のせいで弾かれて家庭用の桃として安く売られてます。味は他の桃と変わらずとっても美味しいです。